すみません。マネージャーさんいますか？ちょっとご相談があって。明日がいよいよライブ本番じゃないですか。愛理、ステージに上がるのがすごく不安なんです。実は愛理、すごく運が悪いんですよ。小さい頃から運の悪いエピソードだらけなんです。例えば学芸会の前の日にジンマシンが出たり。はい、でもわからないんです。特製うどんを食べたからいっぱい具が入ってて、どれに当たったかわからなくて。あと遠足の前の日はすごく楽しみで、楽しみすぎて必ず高熱を出します。運動会の前の日は足を捻挫するし、お芝居を見に行けば電車が遅延します。これはもう絶対なんです。愛理は筋金入りのアンラッキーガールなんです。なのに変なんです。こんなの愛理じゃないんです。マネージャーさん、どうしたらいいですか？実は数日前からものすごくラッキーなんです。ラッキーガールになっちゃったんです。やることなすこと全部うまくいくんです。すごくラッキーなんです。マネージャーさん、どうしたらいいですか？助けてください。はい、そうなんです。はい、困ってるんです。マネージャーさん、愛理の話聞いてくれてますか？だったらわかると思うんですけど。愛理は物心ついてからずっと不幸と共に生きてきたんです。いわば不幸は友達みたいなもので、愛理くらいのレベルになると不幸は逆に幸運なんです。アンラッキーはラッキーなんです。ということはラッキーはものすごいアンラッキー。ラッキーであればあるほど怖いんです。分かってもらえますか？はい。はい。だいたいそんな感じです。今までアンラッキーが当たり前だったから、こんなにラッキーが続くとどうしたらいいかわからなくて。はい。聞きたいですか？その前にちょっとオレンジジュース買ってきていいですか？喉乾いちゃって。すみません。いえ、結構です。そんなラッキーはいりません。じゃあちょっと外の自販機まで行ってきます。マネージャーさん、もうダメです。
外の自販機にオレンジジュース買いに行ったんですけど、もう一本当たっちゃいました。よくないですよ。いつもならお金を自販機の下に落とすんです。あるいは間違えておしるこのボタンを押すんです。正しいボタンを押してもおしるこが出てきます。それが愛理なんです。なのに話？あ、すいません、気が動転しちゃって。先ほどもお話ししたように愛理はアンラッキーが当たり前なんです。朝の情報番組の占いも1位になんてなったことありません。一度もです。そうなんです。血液型、星占い、ランダムに色を選ぶ占い、どのタイプの占いも最下位、もしくはビリから2番目なんです。そうかもしれません。もしかしたら1位になってる時があるのかもしれません。でもそういう時を必ず見逃すんです。結果一度も見たことがないんです。なのに今朝は違いました。A 型は1位だったんです。信じられなくて他の番組も見てみました。でも星占いも適当に選んだ色も全部1位でした。そんなことがあってマネージャーさんにご相談しなきゃと思って、電話より直接話した方がいいと思って電車に飛び乗りました。そしたら愛理が立ってる目の前に座ってた人が一息ですぐに降りたんです。朝の出来事で疲れていたのにすぐに座れたんです。しかも電車の乗り換えがすごくスムーズでした。まだラッキーは続くんですよ。朝ごはんがまだだったのでコンビニに入りました。そしたら店員さんがすごく親切ないい人でした。しかも初めて買ったパンがすごく美味しかったんです。どうしてですか？ラッキーじゃなくて愛理の力だって言いたいんですか？でもいつもならどんなに慎重に選んでも外れです。外れパンです。それがあるんです。何百分の1の確率で。そしてその確率を引くのが愛理なんです。確実に今日の愛理はラッキーガールです。なんだか怖くなって近くの神社に駆け込みました。試しにおみくじを引いてみたんです。結果は何だと思います？いいえ、吉でした。マネージャーさん、何を言ってるんですか？大吉は運勢のピーク、あとは下り坂。ある意味怖いんです。だから本当は大吉より吉の方がいいんです。ほどほどにいい運気で、しかも未来がある。つまり一番ラッキーな吉を引いてしまいました。愛理は怖くてたまらないんです。このままではきっとライブで大変なことが起きます。
まりに溜まったアンラッキーのビッグウェーブが押し寄せてきます。マネージャーさん、お願いします。愛理を不幸にしてください。ラッキーガールをアンラッキーガールにしてください。はい、時間ならありますけど。何かあったんですか？どうしたんですか？痛いのは NG です。実は愛理のお願いなんです。愛理ちゃんの？おどおどした根性を叩き直してほしいとか、そういう話ですか？大丈夫です。変なお願いじゃないですから。うん、もちろん協力するよ。どうしたらいいの？マネージャーさん、愛理から。皆さん、聞いてもらえますか？実は。そう。つまり愛理を元に戻してほしい、アンラッキーにしてほしいってこと？そうなんです。でもどうやるのかな？マネージャーさんがいい方法を考えてくれました。いい方法って？ゲーム？寿司&ルーレット？これはお寿司が4つ。美味しそう。大量わさびのお寿司を食べた人がアンラッキー。以前の愛理なら必ずわさび寿司を食べるはずです。まさか。でもそれ私たちが食べるかもしれないね。大丈夫、愛理が絶対わさび寿司を食べます。そしてもう一度アンラッキーに戻ります。わかりました。協力します。愛理ちゃん、困った時はお互い様だよ。春菜さん、お腹も空いてたし、お寿司が食べられるならちょうどいいかも。はやさん。うん、愛理さんを不幸のどん底に突き落としてあげる。メイさん、みんなありがとうございます。はい、よろしくお願いします。愛理が最初に選ぶといいよ。それじゃあマグロをもらいます。じゃあ私はイカ。私はサーモン。私は卵焼きを。いただきます。美味しい。美味しいです。私も美味しい。私も美味しい。わさびがたっぷり入ってて。
はい、大好物です。じゃあダメじゃん。マネージャーさん。このお茶のどれかがすごく苦いセンブリ茶ってこと？私、苦いのは苦手。それじゃあみんなで一緒に飲もう。今度こそ愛梨がいただきます。苦い。次お願いします。みんなに低周波治療器を取り付けてスイッチを入れたらどれかに電気が流れるわけね。パワーは最大にしてあります。マネージャーさん、スイッチお願いします。春菜さん、止めて止めて。マネージャーさん、次です。結局愛梨は全部ラッキーだったね。きっと明日のライブは失敗します。はあ、もうダメだ。何？愛梨ちゃん、お尻。ああ、わさびがべっとり。わさびのチューブの上に座っちゃったんだね。嘘。マネージャーさん、ありがとうございます。ナイスアンラッキーです。これでもう大丈夫な気がします。バッチリです。朝の情報番組の占いは最下位でした。来る途中でガムを踏んづけたし、バナナの皮で滑って転びました。これで今日のライブはバッチリです。